けよ。あら、ほんと引っ越してきたばっかりで、もうすでにこの部屋は物でいっぱいなんだけど。足の踏み場もないじゃん。そうね。ママが結構ちゃんとさせたい派。ちゃんとさせたいんだけど自分もちゃんとできないんです。あ、そうそうなんです。いやでもなんかこれだけ見ると整理収納動画だみたいなすごいちゃんと入れたじゃない、頑張って一応インスタとかいろいろ勉強は、自分なりに自己流で勉強してるのね。わ、すごいじゃない。もう教えた通りに入ってる感じなぐらい、もう何も入らないっていうね、これ以上ね。みっちり。今回の週末ビフォーアフターは引っ越したばかりの一軒家のお宅に訪問してまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。どうもこんにちは、古畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、このうちはなんかいろいろ収納グッズ置いてありますけど。お引っ越ししたばかり。あ、そういうことね。だからなんかもういろいろ置いてあって。いつ引っ越したの3日前。あ、3日前に引っ越したの。はい。あ、そう、じゃあもう夢いっぱいで。そうです。お、希望しかないわね。このうちは何人家族4人です。 ?4 人。奥さんとこちらは私の母です。あ、お母さんね。ね、一緒に住んでんの。いや、一緒には住んでないんですけど、うんもともと母がうん先生のファンで、先生にお願いしたらということで。そういうことね。あら、もう無理やりじゃあ呼ばれちゃった感じね。娘は知らなかったんですよ、古方先生のことを。ああ、そうなんだ。で、私は YouTube ずっと見てて、お願いしたらどうって言って初めて YouTube 見て、で、あ、古方先生だったらお願いしても大丈夫そうだっていうので、で今回お願い。そういうことね。じゃあもう3日前に引っ越して、あんまりこういう荷ほどきもしてない感じ。してほとんどないね。してないです。そうなのね。ひっちゃかめっちゃかの状態。あ、ひっちゃかめっちゃかなのね。あらー、じゃあどんな風な家なのかちょっと見せていただきましょうか。はい、じゃあ失礼しますね。なんかあれね、古風な家よね。ちょっと和風な。和風な、はい、新築ではなくて中古で。ね、でも綺麗よね。そうです。リフォームしたの。はい、リフォームしました。そうなのね。じゃあどっから見せていただけるのかしら。どこから行きましょう。行きましょう。ここ扉があるじゃないですか。はい、失礼します。すごいなんか料亭みたい。開かないけどもうすでに。なんだこりゃ。なんかすごいパンダだらけよ。あら、ほんと引っ越してきたばっかりで、もうすでにこの部屋は物でいっぱいなんだけど。足の踏み場もないじゃん。そうね。ここは何の部屋？ここは一応のクローゼット的にちょっとしたいなというふうにクローゼットっぽくなってるよ。いるんですが、とりあえずほとんどの荷物を今ここに運んで入れてるっていう状態です。ここさ、入ってきてすぐでさ、最高よね。はい、そういう場所があるって。そうなんです。私の YouTube も見てる娘。私よく言うじゃない、隠しなさいって。だから大切なことは閉めることね。はい、ここほら真正面だから。じゃあファミリークローゼット的なことにしようとしてるってこと？そうです。基本は子供たちと私の服がメインでここに置こうかな。あ、なるほどね。何、奥さん忙しいの？仕事はしているので結構忙しくてバタバタしてて。あ、お子さんおいくつ？7歳7歳4歳。結構まだ7歳っつってもね、この間学校に行ったばっかりみたいな感じだからね。だから物も子供のものが多いわよね。ありますね。おもちゃも結構あったり。なるほどね。まあだからここはちょっとこう和室にしたらすごい素敵だけれども、今の生活スタイルだと和室として使う感じはではないね。帰ってきたらここに荷物を隠すみたいな、支度部屋にするみたいな、そんな感じがいいかなと思っています。もう週末ビフォーアフターの娘ってことで大丈夫ですね。ちゃんと古型式が根付いてるっていうか、大体こういうところっていうのはお客さんに来たら泊まらせるとか、もうほんとお客なんて来ねえから大丈夫だよみたいなね。そういう方向だよね。いや、いいと思う。だって7歳4歳っつったらまだちゃんとした人間にもなりきれてない時代ですよ。変な話ね。あとお部屋はどこ？何？
こちらにリビング、ダイニング。すごい綺麗じゃない。あら、いいじゃない。失礼します。あ、なんかこっちはね、ほんと新婚さんの家庭みたいな感じで、全然いい感じじゃないですか。とりあえず生活しないといけないので、そうよね。これだけちょっとだけ中に入れて。なるほどね。で、ここが僕の。そうなんです。子供たちが一応カバンを置いたり、朝支度をしたりするためにちょっと置いているんですけど、それもちょっとどうしてもぐちゃぐちゃっとなりがちなので、どうしてもなんかママが結構ちゃんとさせたい派。ちゃんとさせたいんだけど自分もちゃんとできないんです。あ、そうそうなんです。あ、でもなんかこれだけ見ると今整理収納アドバイザーみたいな気持ちはねあるんですけど、なかなかついていかなくて。だからこういうもろ出し収納を並べたいみたいな話を。何かを開けて入れるとかよりもポンと置ける方が楽なのかな。見た目は悪いけどという。まあいろいろ見せてもらってから私がアドバイスするわ。はい。まあでもいろいろ置きたくない人なんでしょ、あそこにああいう部屋を作りたいってことは。できればあんまりガチャガチャは、ただ実用的な感じがいいなと思ってて、てかほら何もないから収納がね。はい、そうなんです。だからそこのところの頃合いをね。でもやっぱり子供ちっちゃいからリビングにはおもちゃを置きたいかなみたいな。それもどうしようか悩んでね、難しいところをね、広げちゃうとね、広げっぱなしになっちゃうからね、忙しいとね。わかりました。1階は今見たスペースみたいな感じ。そんな感じです。なるほどね。どうなのキッチンは。キッチンもリフォームしまして。ああ、そう。はい。お、すごいちゃんと使ってるみたいな感じよね、もうね、すでに。まだまだほとんどまだまだないんですけど、おただ入りきらない。入りきらそうねものがおちょっとタッパーとかが外に出ちゃったり、うまく入りきってないものが。そうよね。ここはなんかもう申し値がわけなさそうにあるけど、できたらもうそれは使いたくないというか、前の家でうまく使ってたものなんですけど、ここの家に来るとそれがすごくもったいないスペースになってるので、どうしようかな。これも前使ってた。はい、そうです。そのまま持ってきました。ね、だからもうなんならゴールデンゾーンがないから棚に全部置いちゃうみたいな感じになっちゃうじゃない。だからそれが難しいよね。シンプルに暮らしたいかもしれないけど、よく私ゴールデンゾーンでさ、腰から背丈までがここめっちゃ使いやすいよって言うんだけど、もう使いやすい場所が全部物になっちゃうっていうかね。腰下じゃん大体が、難しいっちゃ難しいよね。上に本当は棚が欲しかったんですけど、とりあえず引っ越しがバタバタしすぎて何も準備もできず。なるほどね。まあでもあれでしょ、今後こういうのがあった方がいいよっていう私のアドバイスで少しずつ改善していければいいよねみたいな話じゃない。買い揃えたりとか、いらないものは捨てたりとかっていう感じ。そうね。だから用意ドンのスタートで快適にまず暮らせるようになり、かつ取り急ぎのところ頑張らなくてもまあすっきりと暮らしていたらいいよねみたいな。そうですね。家事がしやすくて。もう散らからないようにしたい。すぐ散らかるんです。床に物をどうしても置いてしまったりするので、なんか散らかる絵が見えるまあでもね、7歳4歳のこの時代できちっとはなかなかまあ私も子育てをしたので思うんですけど、でも意外と子供たちもシンプルだったらなんかできたりとかするんでですね。ポンポンってこうね、入れるだけ入れとってくれたら。そうね。まあじゃあはっきり言うけど、あの棚はあんまり向いてないかなっていう、なんかこうチョイスが、どれがいいかなみたいな話をね。はい、わかりました。じゃあさ、ちょっとさ中見ていい？はい、一応頑張って、私なりに入れたのね。おお、これは何？お弁当のラインみたいな？お弁当とか、普段すごくたくさん使うわけじゃない、家電だったりとか、あとはそういうものが入っていて、真ん中は普段使う食器を入れてっていうことで。ここら辺ね。そうです。おお、すごいちゃんと入れたじゃない。頑張って一応のインスタとかいろいろ勉強は自分なりに自己流で勉強してるのね。わ、すごいじゃない。もう教えた通りに入ってる感じなぐらい、もう何も入らないっていうね、これ以上ね。びっちり。でもどうなの？そんなにいろいろ使いたい人なんじゃないんじゃない？今まで置く場所がなかったので、使えてない食器がすごくたくさんあったので、
使えてなかったのをもうちょっと使っていきたいなっていう気持ちはあります。そうだね。たださ、私ってさ結構さこういう作業スペースをすごく重要だなって思う人なのに、結構こうモリモリじゃんみたいな、こっちも時間の問題じゃんみたいな、そうです。だからちょっとなかなか難しいよねみたいな、意外と入ってるから思ったより結構ビチビチに入ってる。だ本当はすごい頑張り屋さんよね。だってこの3日間でこれをやったってことでしょ。多少整理しながら母と共におお、この米のラインみたいなね。米のラインです。そうね、大きく間違ってることはないけど、なんかやっぱり私はここでいろいろできるようになったらいいわなって感じよね。ポットがあってもコップ置けないとかねトースターあっても皿も置けないっていうもうさ、見すぎだからさ言うことは一丁前なのに、でもおめえが入れたんだろっていうね、入れるんだったら作業スペースを中心に物事を考えろって言ってんのに抜け落ちてますから。私は捨てられる人なんです。あ、そうなの？私は片付け好きなんです。この人はうん捨てられない人で、片付けも苦手な人なので、私が今までのところもせっせと言っては掃除したり片付けしたりして余計なお世話してたんです。いやいいよもうこういうお母さんは本当にありがたいよね。なかなかねいないですよ。じゃあ他も見ていきましょうか。これは何？すごい綺麗じゃない？素敵これ。はい。ほら。あ、すごいじゃない。もうなんかもうモデルルームの中みたいな、こん中だけ見ればね。すごい。初めて IH のコンロに鍋とかも全部新調して。そういうことね。だからこんな新品なんだ。そうなんです。もうなんか主婦としてワクワクよね。でもね、こう周り見るともうドン引きにみたいな。とりあえず作らせていかなければいけないっていうことで。だから私さ、本当に玄関入った前もそうだしここもそうだけど、なんかやっぱ家事なんだろうね。家事をこううまく回したいみたいなところがあるよね。なんかしたいんだけど、なかなか。こんな3日間でやらないよ普通。本当ですか？あんだけパンダがいるのにここはこんなにどうだみたいな感じでね。子供にご飯も食べささないといけないとかね。お、すごいもうなんかもう絵に描いたような感じで、もう全部一目瞭然で見えてて、あらすごいじゃない。食材ね、ストックね、はい、ね、パントリーがね、そうなんです。パントリーっぽいものがないからね。おお、料理好きね。料理はまあね、やるよね。まあしますね。偉いわよ。もう私なんか本当、もう私もう旦那と2人になったらもう刺身でいいわ。すごいじゃない。もうちゃんと入ってて、はい、あらすごい綺麗。いいじゃないですか。あ、ここもあんのね。見過ごしてたわ。おお、先週のアドバイザー私が意外とねひっちゃかめっちゃかの人だからね、こういう風に並んでるとね素晴らしいわと思う。もうこのまんま収納の本にね出てくる感じよね。まあたださ、問題は入りきれてないものよね、はい、困っちゃうわよね。みんなそんな感じなのよ。でもなんでそうなるかわかる？作業スペースを中心に物事考えないから、とりあえず入れて入らないもの出ちゃうみたいな感じでみんな一生暮らしてるの。でもやっぱり何が重要かって言ったら、もう洗ったらここに出せるとか、作ったものをここに置けるとか、ここで盛れるとかで、最後それがなくなって更地になって拭けるみたいな、掃除がしやすいっていうのも大きなポイントだったりするんだよね、はい、それはなぜかって言ったら掃除するのがめんどくさいから、なんかなるべく汚さないように生きるみたいなね、まあまあすごいこう高得点、素晴らしいなと思うけど、まあ、どうしましょうねみたいな話ですよね。まあ、キッチンはこんな感じでしたということで、他の部屋を見せていただきましょうか。まだなんか悩んでる場所あるんでしょ？悩んでる場所あります、はい、じゃあそちら行きましょうか。はい、古方純子プロデュース埋める収納対応の組み立てベッドウメールがリニューアルしました。 Amazon で期間限定特別価格で提供していますので、埋める場所にお困りの方はぜひチェックしてくださいね。はい、じゃあ2階行きましょうか。2階は何部屋あんの？
2階は、子供部屋になる予定の部屋が2部屋あるんですけど。なるほどね。で、それ以外は寝室で、困ってるのはどこ？その右側手の部屋が、は一応上の子が自分の部屋にしたいという希望が。すごいよ、学校の机と椅子があるよ。懐かしいね。これ何？売ってるの？売ってます。あ、本当？ここが、上のお兄ちゃんの部屋になる。なるほどね。ちょっと集中して勉強したい時にちょっとここでするとか、荷物を長期休みの時になったらここにちょっと片付けとくとか、そういう感じがいいのかな。で、しかもさ、結構収納も大容量だから、なんならここにちょっと寄せられるものがあったらいいよね。今稼働しないものとか。そうですね。ガチで働いてるじゃない。ガチで働いてると、多分1階にいる時間が長いと思うの。あんま出さない方がいいと思う。っていうのはもうやっぱり片付けなきゃいけないのがあればあるだけ。で、子供ってもう出すのが遊びみたいになっちゃうと、変な話、もうご飯を用意してる時間だけでもひっくり返し始めて、で、食べさせてお風呂入れて寝かせるまでの例えば2時間3時間の間でいろいろやっちゃうから、今稼働してないものは一旦2階に埋めるなり寄せるなりして、物の量はコントロールされた方が日々のその回すのには楽よね。本当にね、子供なんてシンプルに使うものだけ与えとけば、それを戻すっていうのはそんな難しくないの。保育園児だってできるの。だから複雑にしなきゃどうにかなって。で、今までどうなの？どんな家に住んでるの？今までは賃貸のアパートに住んで。だからもう全然大きくなったってことじゃない？です。大体ね、広い家に住み出すとね、みんなね、まんべんなく置き出すの。でもね、私ね、本当思うんだけど、アパートに暮らしてる人はアパートに暮らしてた通りの動き方をするから、結局ね、あっちもこっちもね、物が溢れちゃうみたいな風になると、なるべく出す量をコントロールすると、お母さんがイライラしなくて済むかなっていう感じがする。でそんな方向で行くのがいいのかなと思う。で、一応ここに運んできたのはどんな感じのものたちなの？子供の学校のものとかちょっと学習系なのね。ここなんか管みたいなのあるけど。それエアコンをちょっと付け替えるのがまだできてなくて。これ今からやるのね。ほら、ここは、俺の部屋だよっていうことで、この机と椅子が入るような形でね、フィニッシュできたらいいわね。で、こっちの部屋は、なんかすごい、何これ。すごいわよ。なんか、そびえ立ってるわ。これは、前の方が置いてかれた。そういう感じね。だって、ここはどういう部屋にしたい感じなの？こことりあえず最終的には、下のこの部屋にはなるかなっていう感じで、まだ小さいので、とりあえずおもちゃとかが結構量があるから、ここをプレイルームにする？これ多分ね、これの中に入ったりね、出たりしてね、遊んでた形跡があるわ。こういう好きね、子供は。本当に部屋余ってんだったら、1個プレイルームにするのもあるよ。下に持ってきちゃうかもしれないけど、基本ここが定位置であることで、なんかやっぱり、どうしてもあそこで広げられちゃうと、寝る前に片付けさせるの大変じゃん？なんならここでちょっと散らかってても、あんまりイライラはね、そうですね。目に入らないし。でね、やっぱり子供もどんどんこう成長のたんびに、こう、おもちゃの数がそんなにいなくてもいいような状態になっていくと思うの。これ何？それはキッチンセット。すごいじゃん、すごいじゃん。これ手作りじゃん。母が作りました、DIY。これも？こっちも私が作りました。なんかこれ見よがしに置いてあんなと思ったね。なんか主張が。純子いじってねっていうね。見えました。でもいいじゃない。これが入るような部屋にすれば、とりあえずは。でね、あれでしょ？大人のもの入れたいんでしょ？ここに。ここ、私のちょっと入らない服がちょっとだけ入って。いや、だからほんと小さいうちだけよ。縄張り増やせんの。今何歳？もう10年なんてね。あっという間だから。あっという間に、多分母ちゃんはこういう感じだから、子供もゴーンと大きくなって、もう自分たちよりでっかい洋服がいっぱいあるようになると、もうママの服こんな悠長に入れられるなんてないから。でね、どんどん子供が自分でなんかやってくれるようになるし、どんどん手が離れていくから、そうなった時に見返して、ここだってやっぱり最終的にはさ、次男の部屋にしなきゃいけないって言ったら、あんまり着なそうなコートなんて悠長に置いてる場合じゃないんだから、
で、そういうなんかこう、節目節目で少しずつ収納の中を変えていけたら、まあいいのかなっていうような気がする。はい。まあただ、やっぱり私は、基本スタイルを作るために、まず部屋の景色を変えて、まあ、段ボールはもう一個も残すのはやめましょう。景色の中とか。はい。で、基本体制で洗濯問題を解決した上で、じゃあキッチン攻略ってなった時に、まあ、絶対量的に多いから、どうするみたいな話よね。で、ママ的にどうなの？私にこう、今回来てもらって、こうしてほしいみたいな思いみたいな、あります？もう一番は、やっぱりその持続することとしても、生活が始まると、多分、そんなに一生懸命何かをするって言ったら厳しい。一生懸命することは多分ご飯作ることと洗濯だけだと思う。はい。なんか物の整理とか、そんな時間もゆとりもないと思うから、だからそうね、スタートダッシュでこの1、2年はしのげる感じにはしなきゃいけないのよね。何が大事かって言ったら、本人たちでできるような環境を作るってことがすごく重要かなっていうような気がする。はい、だからそこも、考慮しつつ、何をどこに置くか、はい、聞きながら、ちょっとやっていきたいと思うので、はい、できる限り、まるっとはいやれるように頑張りますので、はい、じゃあお母さんも、はい、娘も一緒に作業していきましょう。はい。お願いします。じゃあ、明日頑張りましょうね。はい、じゃあ、お願いします。おーはい。やっとご準備できました。サニーシールドがお得に買える3日間。リニューアルしたサニースクラブのセットも登場。気になる方は概要欄からチェックしてくださいね。はい、ということで、実のお母さんからのおすすめで私に作業依頼してくれたママのお宅でした。ということで次回の週末ビフォーアフターは、引っ越したばかりで収納システムがない中でどのように片付けてきたのでしょうか。どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。チャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。はい、カット